皆様、本日はですね、今年の夏ぜひ皆さんにハマっていただきたい無限やみつき野菜作っていきたいと思います。はい、早速やっていきたいと思うんですけども、まずはですね、きゅうりとオクラの板ずりしていきたいと思います。これはね、絶対やっといてください。味しみが良くなるっていうのと、あと、きゅうりの独特の臭み、そういうのも取れたりするんで、で、オクラはね、今回ね、生で使うんで、板ずりは必ずしてあげてください。前回ね、こうちゃんの動画でもね、お伝えしてると思うんですけど、オクラはね、このネットの上でこうやってやっちゃってもいいですし、ただ今回はもうこのまんま僕は、きゅうりも一緒にやるんで、僕は出しちゃいます。本数も多いっていうのもあるし。はい。ここでよく板ずりしてあげてください。特にきゅうりはね、こうやって、よくやってあげてください。表面。板ずりが終わったら全部一度水洗いします。では軽く水洗いしたきゅうり、本当にこの先端の部分だけちょっとカットしてあげて、で食べやすい大きさにさいの目切りにしてください。ここ4分の1にしてもいいですし、このまんま2分の1ぐらいでもいいかな。今回はもうちょっと4分の1ぐらいにします。そしたらさいの目になるように。こんな感じですね。こんな感じでさいの目に切りにしてください。そしたらもうボウルの中にどんどん入れちゃってください。ではきゅうりが切り終わったら次はオクラですね。オクラもここのほんのちょっと先端の部分だけカットしてあげて、ここもほんと先端ですね。ここの尻尾のちょんとしてるとこだけ取って、あとはこれも食べやすい大きさに輪切りにしてあげるだけです。この後長芋も入るんで、もう本当にネバネバ系のこの夏めっちゃハマってほしいレシピになってます。超美味しいよ。続いてはこちらですね。長芋皮剥いていきたいと思います。では長芋皮剥いたやつですね、カットしていきたいと思うんですけど、こちらもね食べやすい大きさにさいの目切りにするだけですね。まず縦半分に切って、今回だと4等分ぐらいかな。で、長芋はね、ずっと触ってると皮膚が弱い方はね、痒くなったりするんで、軍手したり、あと滑るのが怖い方は、上で、キッチンペーパーでこれ押さえながら切ってあげてください。これも同じようにさいの目切りに。はい。こんな感じでカットしてあげるだけですね。で、今回ね、長芋が結構多めなんだけど、野菜のね、比率は皆さんのお好みで大丈夫です。続いてはえのきですね。えのきは袋のままここの部分ですね、石突きの部分だけ取ってあげて、あとはこれも食べやすい大きさにカットしてあげるだけです。えのきはね、いつも言ってる通り水洗いしなくても大丈夫です。気になる汚れがあったらキッチンペーパーとかで取ってあげてください。えのきは絶対入れてほしいです。きのこ系なんか入れてほしいんですけど、えのきってすごい旨味も出て食感も美味しいんで、今回の料理にはすごくぴったりです。なのでぜひえのきお好きな方入れてください。で、えのきはね、つけるタレの時に一緒にね入れるんで、このままで大丈夫です。石突きとは言ってもね、汚い部分だけ取ったらこういうところも食べられるんで、ここら辺はね適当にほぐしてあげてください。えのきはすんごい旨味があるから、これ入るとめっちゃ美味しいですよ。なめたけが好きな方はもう絶対好きだと思います、今回の料理も。続いてこちら、ニンニクですね、2かけ。こちらは潰すだけにしてください。今回はね、がっつりニンニクを効かせるっていうよりは、風味を出したいんで、潰すだけで OK です。で、割ってみた時に中に芽があったら、芽だけ取ってあげてください。こういうの。あったら芽だけ取ってあげてください。はい、続いて生姜ですね。生姜も、いつも通り、汚れてる部分ですね、の皮だけ剥いて僕はこのまま使っちゃいます。気になる方は皮剥いてください。これを一回、薄切りにカットして、
薄切りにカットしたらこんな感じで広げてあげて、あとは細切り針生姜にしていくだけですね。はい、こんな感じで針生姜ができたら、他のね具材と混ざりやすいように3分の1か2分の1ぐらいにしてください。今回結構ちょっと長めに細切りになってるんで、3等分ぐらいにします。こんな感じで針生姜出来上がりですね。生姜の量はね、お好みなんですけど、僕はたっぷり入れます。ニンニク2かけよりはちょっと多めぐらいがおすすめだと思います。もう好きな方はね、めちゃくちゃ入れちゃってください。生姜もね、具材になって美味しいですから。はい、そしたら包丁使う作業は以上なんで、タレ作っていきたいと思います。では、タレを作っていきたいと思うんですけども、まずは先ほどのえのき、それからニンニク、ここにお酒ですね。お酒50。お酒50のみりんですね。みりんも50。はい、そしたら入れちゃってください。そしたらここで一煮立ちさせます。アルコールを飛ばす作業ですね。はい、一煮立ちしたら一旦火を止めて、ここから味付けの調味料入れていきます。まずはこちらですね。そうみのめんつゆ。こちらを大さじ4杯。だいたい3倍から4倍濃縮のめんつゆになります。そしたら続いてこちら。醤油。醤油大さじ2。めんつゆにもね、醤油は入ってるんですけど、醤油をね、もうちょっと効かせたいので、大さじ2。続いて、砂糖大さじ1。これもね、めんつゆにもね、お砂糖って入ってるんですけど、甘みがね、少し出ると、味ってめっちゃ美味しくなるんですよ。なので、大さじ1。で、ここに味の決め手、赤味噌でございます。普通の味噌でもいいんですけど、できれば赤味噌の味の方が個人的にはおすすめ。これを約大さじ2分の1ぐらいかな。はい、入れてください。そしたらここに、はい、唐辛子。唐辛子をお好み量なんですけど、僕は2本入れます。で、丸ごとね、唐辛子を入れた場合って、そんなにピリッとはするんですけど、辛くはならなくて、風味がね、すごく良くなるんで、これは絶対入れてください。お子さんでも全然食べられる、味なんで。そしたらもう一度火にかけます。調味料をよく溶かしてあげる感じですね。これで基本的にはつけだれは完成です。あとは皆さんのお好みでね、少し塩気足したいとか、辛みをもうちょっと足したかったら唐辛子粉入れてもいいですし、めちゃくちゃいい香りしてきた。もう絶対美味しいもん。さっきのね、一煮立ちよりはね、煮詰めるんですけど、そんなにね、長い間に煮詰めなくて大丈夫です。味噌の風味もね、すごく飛んじゃうと思うんで。こちらでね、基本的なつけだれは完成なので、これでね、粗熱取るまで待ちたいと思います。では、こちら、粗熱が取れたので、早速入れていきたいと思います。入れたら、これはもしね、お店とかで見かけたらぜひ入れてほしいんですけど、博多の味本舗さんの黄金の天然だし。これはね、めちゃくちゃ美味しいんです、本当に。これ入れると、味の深みがいっぺんにアップするんですけど、鰹節、イワシの煮干し、サバ節、昆布、椎茸、焼きあごってもうめちゃくちゃいろんな出汁が入ってて、今回は漬物に使うんですけど、チャーハンだったりとかね、お味噌汁とかに入れてもめちゃくちゃ美味しくなるんで、ぜひ皆さんね、見かけた際は、興味があったらぜひ手に取ってみてください。もう、これがなかったら、スーパーでもね、よく見かける、こちら、かつお粉。こちらをね、大さじ1入れてください。じゃあこちら、1パック入れていきます。これマジで美味しいから。あとは生姜ですね。生姜、先ほどの生姜も入れて、いりごま。これもたっぷり。入れたらよくかき混ぜてください。今回はね、夏野菜っていうことで、きゅうりだったりとか、長芋、オクラ入れてるんですけど、今の季節はナスとか入れてもいいですし、大根とか、そういうの入れてもね、年中ね、野菜はね、手に入るようにはなってるんで、お好みでいいんですけど、ナスとか大根とか、そういうのはすごいおすすめです。こんな感じでよくかき混ぜてあげたら、こちらで無限やみつき野菜完成です。
このまま食べてもいいですし、お豆腐の上にかけて食べてもいいんですけども、あとはですね、そうめん、そば、そういうのにかけて食べてもすごく美味しいです。納豆ご飯の上にかけても美味しいですし、ただ特にね、今回おすすめなのが、卵かけご飯の上にかけて食べるのがすごいおすすめなので、そちらでもね、食べてみようかなと思います。じゃあ、一晩ほどつけて味をなじませてから実際食べていきたいと思います。では、早速、実食していきたいと思います。いただきます。もうこのネバネバ感ね。もうこれはね、お好みでいいんですけど、こうちゃんとかだったら、プラス納豆とかも。もう、めちゃくちゃありなんですよね。で、お好みで薬味で、ネギとか、あと、みょうがとか、あと、大葉とかね。はい。で、わさびね。わさび。では、いただきます。そばっていいね。もううまい。飲み物。うまっ。めっちゃうまい。これあっという間になくなるやつだね。うわ、これさ、梅とかも合いそう。絶対合うだろうね。うまっ。これすげえ体にも良さそうなね。絶対いいよね。で、ご飯の上にそのまんまかけるのもいいんですけど、動画でも言った通り、今回ちょっと卵かけご飯にして食べようかなと。これめちゃくちゃおすすめなんでやってほしいんですよね。炊きたてのご飯にね。そう。なるほど。まず混ぜる感じね。もう、軽くね、ぐちゃぐちゃにしすぎない。ちょっと白ご飯も残ってるぐらいにしてから、さっきのこの余ったやつをもう。ちょっと俺全部食べちゃったから、新しいのいただきます。わさびを絶対入れたい。はい。いや、これ今回ちょっとねなかったんで忘れてるんですけど、海苔もめっちゃいいですよ。では軽くかき混ぜたので、いただきます。もうめっちゃうまい。卵かけご飯食べたのも久しぶりだからさ、感動だわ。これはうまい。マジで秒でなくなるやつだ。マジでうまいわ。このね、やっぱね、えのきがほんと旨味が強いね。超出汁効いてる。やっぱこうちゃんめっちゃ早いな。こういうネバネバ系ほんとこうちゃん早いんだよね、ほんとに。スルって揚げ全部ね。めっちゃ美味しいわ。あっちゅうまいよ、両方とも。マジでうまかった。ということで、本日はですね、つけるだけでとっても簡単にできる無限やみつき野菜を作らせていただいたんですけども、まあ本当にね、特徴はお味噌とたくさんのお出汁ですね、これがねめちゃくちゃ効いてるんで、すっごい旨味がねとんでもないことになってて、すごい合います。何でもまあご飯ももちろんなんですけど、今回お蕎麦に合わせるのは本当おすすめかなと思います。あとは僕がね一押ししたいのは卵かけご飯ですね。美味しいね。これにかけてね、ほんとわさびつけて食べるとめちゃくちゃ食べられるので、ぜひ皆さん作っていただけたらなと思います。はい、どうでした？美味しかったです。はい、ほんともういろいろ、ほんとそばだけじゃなくてね、もちろんそうめんもいいしね、うどんも絶対いいだろうし、いいね。あといろいろアレンジねできると思うから、ぜひ作ってみてください。作ってみてください。はい、ということで本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。